JR 宇都宮線古賀駅に来ています。今回はここから古賀の街並みを歩いて訪ねます。駅前のロータリーにね、万葉歌碑があります。ここに古賀の名称が見えます。万葉の時代は海上交通の要所だったようです。ではルートを地図で確認してみましょう。現在いるところがこちら古賀駅ですね。そして今回の目的地は2カ所ありますが、まず最初がこちらの古賀城本丸跡です。でこの辺りにね、かつて古賀城があったんですが、この駅との間あたり、この辺がですね、城下町エリアということになります。でこの城下町付近に美術館とか、それから博物館などが点在していますので、見学しながら城跡に向かいます。そしてその後はですね、この古賀城本丸跡を後にしまして、この正月院跡というところを経由いたしまして、こちらのですね、古賀久保鴻巣館跡というところに行きます。ここはですね、現在古賀総合公園として整備されていますが、史跡もいくつか見ることができます。では早速向かうことにしましょう。駅前の日光街道を歩いています。ここには高札場と蓮向かいに本陣がありました。高札とはいわゆる立て札のことです。そして本陣とは宿場で大名や旗本などを宿泊させる上級施設のことです。ここは日光街道の古賀宿という9番目の宿場町でした。将軍家の日光社参にも利用されていました。通りには灯籠風のオブジェがいくつかあります。ここでは土井利勝が取り上げられていますね。土井利勝は徳川家の譜代大名であり、家光の時代に古賀藩の藩主となります。ここにも本陣跡の碑が立っています。天国美術館です。天国とは印象、つまりハンコを作成することです。建物がね、なかなか味わいがありますよね。大正9年に建てられた石蔵を改修したものです。そのすぐ近くにあるのが古賀街角美術館です。こちらもレンガ造りの趣のある建物です。街中にはね、このような案内表示がされていますので、迷うことはなさそうです。こちらはお休み処坂町さんです。ここでお土産や古賀の特産物などを購入することができます。ちなみに御城印も販売されています。御城印は2種類ありまして、一つが古賀城、そしてもう一つが古賀久保館です。1枚300円ですね。通りを歩いていきますと、また史跡があります。古賀藩使者取次所跡とあります。
続いては浄土真宗のお寺なんですが、こちらの山門が旧古賀城二の丸御殿の入り口にあった乾門を移築したものです。こちらは古賀文学館という博物館ですね。この道は一段低くなっているんですが、堀跡だったようですね。階段を上った先が高見仙石記念館です。高見仙石は下総古賀藩の家老であり、蘭学者でもありました。ここは高見仙石の隠居屋敷だったところです。ここはね、無料で見学することができますので、大変お財布にも優しい施設となっております。この先に古賀歴史博物館があるんですが、その隣にまた史跡があります。古賀城の諏訪車跡です。古賀城を囲んでいる堀の先にあり、出車として機能していたのが諏訪車です。ではこの先の獅子ヶ崎に入ります。ここがですね、獅子ヶ崎という堀跡になります。向こうの竹やぶがあるところが観音寺車です。土塁の跡がね、わずかに見えますよね。古賀城の遺構らしい遺構はここだけになります。この先にあるのが桜町車という車で、手前にあるのが桜門跡です。ではいよいよ本丸に向かって歩いていきましょう。階段を上りまして土手の上に出ます。しばらく歩いていますとね、ようやく見えてきました。古賀城は平安時代末期、下神戸行平によって築城されました。1455年に起こった享徳の乱により、鎌倉久保足利成氏は鎌倉を追われ、ここ下総古賀に本拠を移します。これにより古賀久保が誕生するわけですね。後に明治時代になると、渡良瀬川河川工事のため、古賀城はことごとく埋め立てられてしまいます。ですから今ではこういう跡碑しか残っておりません。ではこの後は南に下りまして、古賀久保鴻巣館跡に向かいます。土手を降りたところにある正月院公園です。小さな公園なんですが、一角に御所塚という、塚ですからね、
墓ですよね。足利義親の正室、正月院の墓が建てられています。古賀総合公園に到着しました。ここの敷地内にですね、古賀久保足利義氏の墓があります。木の陰に隠れたかなり奥まったところにありますので、あらかじめそのつもりでいかないと気づかずに通り過ぎてしまうかもしれません。古賀久保館の碑があります。享徳の乱の後、初代古賀久保足利成氏によって築城されました。成氏は最初ここを本拠として、その2年後に先ほどの古賀城に移ったと考えられています。古賀久保は第5代義氏の時代に終わりを迎えますが、義氏死去の後、娘の氏姫が家督を相続します。ですから氏姫は姫久保となるわけですね。五条院に描かれている姫久保とは氏姫のことです。では最後に久保様の森と呼ばれているところを散策します。ここはですね、多少土塁の跡のようなものが見られます。ただそれほどはっきりしているわけではありません。多少土が盛り上がっているのがわかるくらいです。周囲に広がっているのは御所沼と呼ばれる沼です。こちらにはスズメバチ注意の警告がありますね。もちろん立ち入るのは控えます。古賀久保と言いますとね、信長の野望という戦国シミュレーションゲームでおなじみなんですが、今一つどういう勢力かわからなかったんですよね。久保と言われるくらいだから、いわゆる上級権力者ですよね。でもその割に勢力的には弱いんですよ。だいたいゲーム序盤で他の勢力に飲み込まれてしまうんですよね。どういう人たちだったんだろうと疑問に思っていたんですが、ようやく理解できました。享徳の乱でこの地に移り、しかも北条氏と縁組を重ね、北条氏の庇護を受けていたんですね。それでもね、5代約130年間引き継がれていますし、後に氏姫は喜連川家を起こしています。歴史好きな方はね、一度古賀の町を訪れてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの町でお会いしましょう。